今回作成するのはこちらの蓋付きの箱です。1枚折りでシンプルで上品な蓋の模様が特徴です。開けてみます。中はこのようになっています。こちらは大きめの用紙で作りました。15センチの折り紙で作るとこのサイズになります。開け閉めしてみます。箱の大きさは微調整できます。こちらも同じ15センチの折り紙であるものに合わせて作っています。チロルチョコでした。用意するものは折り紙1枚とカッターです。カッターで半分に切って使います。今回は分かりやすいように大きめの折り紙で折っていきます。まず半分に切ります。箱本体から作っていきます。全体の5分の1より短く折ってのりしろ部分を作ります。残りを半分に、さらに半分に折って4分の1に折ります。これが箱本体の幅になります。まずのりしろ部分です。26センチの折り紙なので今回は5センチをのりしろにすることにします。箱本体の幅を変えたい場合はのりしろ部分の長さを変えることで調整できます。残りを蛇腹にして4等分に折ります。開きます。折り筋に谷折り山折り両方の折り筋をつけます。一番下がのりしろです。のりしろ部分が左になるように横に向けます。縁と縁を合わせて角を折ります。横に裏返します。赤い点を起点に折り上げます。開きます。折り筋と折り筋を合わせて斜めの折り筋をつけます。縁を折り筋に合わせて折ります。ここが箱本体の高さになります。箱の高さを低くしたい場合はもっと深く折って縁を折り筋に沿って折り込んでください。下から折り上げます。折り筋をつけ直します。両端を近づけて輪になるようにします。のりしろ部分を左の中に差し込みます。巻くように挟んで差し込みます。奥までしっかりと差し込みます。内側の紙を時計回りにねじって
こを平らにします。形を整えます。これで箱本体の完成です。続けて蓋を作っていきます。箱本体より少し短くのりしろ部分を折ります。箱本体は5センチにしたので、今回は4センチをのりしろにすることにします。残りを蛇腹にして4等分に折ります。開きます。折り筋に谷折り山折り両方の折り筋をつけます。一番下がのりしろです。のりしろ部分が左になるように横に向けます。縁と縁を合わせて角を折ります。横に裏返します。赤い点を起点に折り上げます。開きます。横に裏返します。折り筋と折り筋を合わせて斜めの折り筋をつけます。のりしろ部分にだけもう一つ斜めの折り筋をつけます。横に裏返します。縁を丸に合わせて折ります。ここが蓋の高さになります。蓋を浅くしたい場合はもっと深く折ってください。深く折った場合でも縁を内側に折り込む必要はありません。後ろの紙についている折り筋で一緒に折り筋をつけます。紙がずれないように注意しながら折っています。折り筋をつけ直します。縦に裏返します。ついている折り筋で
一緒に後ろの紙に折り筋をつけます。一番左だけ内側に折り込みます。両端を近づけて輪になるようにします。のりしろ部分を左の中に差し込みます。紙を2枚合わせて半時計回りにねじって上を平らにします。形を整えます。戻します。内側の紙だけねじって平らにします。このようになります。続けて外側の紙もねじって平らにします。縁と縁を合わせて折り筋をつけます。時計回りに90度回転させて縁と縁を合わせて折ります。同じように折って重ねていきます。同じように折って重ねていきます。最後は最初につけた折り筋で折って角を中にしまいます。しまいやすいように少し広げています。ついている折り筋で折っています。
を中にしまっています。形を整えます。蓋の完成です。箱本体と合わせてみます。このような感じになります。開け閉めしてみます。完成です。こちらは A3 サイズのラッピングペーパーで作りました。ご視聴ありがとうございました。